みんな、澄んだもんなのだ。今日は天空の秘境、チレットに注目していくのだ。実は、みんな、知ってた？チレットでは昔、舌をペロッと出すのが最高の敬意を示す挨拶だったのだ。日本の、あっかんべえとは魔略で、あなたに敵意はありませんよ。っていう意味があったらしいのだ。面白いのだ。今日はチレットに関するニュースを全部で5つ紹介していくのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。チレット人への愛を公言した若い中国人女性が逮捕、失踪というとっても胸が締め付けられる記事なのだ。チベットの文化や言語を深く愛する中国人のチョア・ススムさんがその純粋な気持ちがゆえに逮捕され、今も行方不明になっているという衝撃のニュースなのだ。一体何があったのか、ずんだもんも心配なのだ。この動画が少しでも良いなって思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。それでは、早速本編へ。みんなで一緒に、チベットの、今、を見ていくのだ。皆さん、こんにちは。今日は、世界の屋根、とも呼ばれる神秘の地、チベットを紹介するのだ。チベットは、雄大なヒマラヤ山脈の北側に広がる、平均標高4000メートルを超える広大な高原地帯なのだ。その首都は、聖ナルトとして知られるラサ、ポタラミアなど、息を飲むような美しいチベット仏教建築が点在しているのだよ。歴史を少し振り返ると、チベットはかつて独立した国家だったけれど、現在は中国の実効支配下にあり、チベット自治区として位置づけられているのだ。精神的指導者ダライ・ラマ14世はインドに亡命し、チベットの人々は複雑な状況の中で独自の文化を守り続けているのだね。人口はおおよそ360万人くらいで、そのほとんどがチベット民族なのだ。主要な産業は、ヤクの飼育を中心とした牧畜業や、大麦などの農業、そして近年は観光業も盛んになっているのだ。チベット文化の最大の特徴は、何といってもチベット仏教を中心とした非常に精神性の高い暮らしぶりなのだよ。人々は日々の生活の中で信仰を大切にし、独特の祭りや伝統が色濃く残っているのだ。今、チベットで特に注目されているのは、貴重な文化や言語の保護、そしてアジアの多くの大河の源流でもあるチベット高原の環境保全なのだ。この地の未来が世界にとっても大切な意味を持つことをみんなで知っておきたいのだね。一つ目のニュースなのだ。中国、チベット仏教の中国化圧力を強化という記事なのだ。中国がチベット仏教を中国化しようと圧力を強めているのだ。中国共産党は僧侶たちに宗教研究よりも政治教育を強制しているのだ。今年の9月には中国共産党政治局が集団学習会を開いて、中国国内の宗教を中国の特性に合わせて変化させることの必要性を強調したのだ。習近平国家主席は、チベット仏教が中国の社会主義社会に適応するよう努力すべきだと話したのだ。習主席は、すべての宗教が中国の方針に沿って社会主義に適応するように、歴史的な経験を生かして段階的に進めるべきだと言ったのだ。信者や宗教関係者には、国家や歴史、民族、文化、宗教について正しい理解を深め、社会主義の革新的価値観を守るよう求めているのだ。また、習主席は中国政府が任命したパンチェン、ラマにもあって、祖国統一のために努力し、チベット仏教を中国の特性に合わせて近代化を進めるよう指示したのだ。インターネットでの宗教情報の発信も厳しくなっているのだ。2022年から施行されたインターネット宗教情報サービス管理弁法によってオンラインで宗教文化や活動を宣伝するには当局の許可が必要になったのだ。この許可は3年ごとに更新しなくてはならないのだ。さらにこうした活動を行う組織の代表者は中国本土の住民である必要があり、
国家の宗教政策に詳しい情報検証担当者を置くことも義務付けられているのだ。資金集めや宗教施設の設立、宣伝にこの許可を使うことははっきりと禁止されているのだ。2020年には北京で開かれた第7回チベット工作座談会で習近平主席がチベット仏教はまだ完全に中国化されていないと指摘し、その努力を強化するよう呼びかけたのだ。同じ年にはチベット仏教教義解釈セミナーが開かれ、チベット仏教の教義を現代の発展目標に合わせる必要性が強調されたのだ。さらにラサの女官寺を含むチベットの寺院の建築様式や宗教的な遺物も中国の特性を反映するように変更が強制されているのだ。寺院の壁やマニシャには民族統一や祖国への愛国心といった政治的なスローガンが刻まれるまでになっているのだ。習近平国家主席が権力を握った2012年以降、中国政府はチベットの宗教に関する多くの重要な文書や規制を導入して宗教への国家統制をさらに強めているのだ。2017年には当時のチベット自治区共産党書記がチベット仏教が中国の方向性や特性を反映するように変化すべきだと公に発言したのだ。このように中国政府はチベット仏教の中国化を強力に進めているのだ。これはチベットの文化や宗教の在り方に大きな影響を与えることなのだ。2つ目のニュースなのだ。ヤルツェン、モルグ、中国任命パンチェン、ラマがよりより花は混合感情を授与へという記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。中国政府が任命したパンチェン、ラマ、ヤルツェン、モルグという人が今年の10月9日から12日にかけてよりより和感情という教えを授けることになったのだ。これは中国当局がチベットの人々に影響を与えようと彼を宗教的、政治的な道具として利用しているのだと見られているのだ。この時和感情は4月市にあるタシルンポ寺で4日間にわたって行われる予定なのだ。参加するみんなにはお寺の厳しいルールを守るように指示が出ているのだよ。タシルンポ寺が出したお知らせには世界平和や祖国の繁栄、そしてみんなの幸せのためにこの感情が行われるって書いてあるのだ。でもナイフとか燃えやすいもの、お酒なんかは持ち込めないのだ。みんなは静かに教えを聞く必要があるのだよ。チベット政策研究所の研究員さんのお話だと、ヤルツェン、モルブさんは2016年にも時和感情を行ったことがあるらしいのだ。その時は中国当局がお金を払って信者を動員したり強制的に参加させたりしたのだって。そして60年ぶりの大時和感情だと大々的に宣伝されたのだ。普段ヤルツェン、モルブさんは宗教活動にあまり積極的ではないみたいだけど、今回もまた感情を行うのは中国の政策を広めるためだと言われているのだ。具体的にはチベット仏教を中国風に変える中国化や民族間の融和を進めるための政治的な宣伝に利用されているのだな。習近平国家主席が彼と会談したことも大々的に報じられていて、中国政府は宗教的な行事を政治の道具にして自分たちの行動を正当化しようとしているみたいだね。2016年の時も中国政府は特別な厚い雲や五色の虹が出たって宣伝したり、ヤルツェン、モルブさんがカナカメという方法で選ばれた特別な存在だって物語を広く伝えたのだ。やっぱり政治的な意図が色濃く見え隠れするのだね。3つ目のニュースなのだ。チベット人への愛を公言した若い中国人女性が逮捕、失踪という記事なのだ。チベットの文化や言語を深く愛する中国人のチョアススム・ワンツォさん、22歳が中国当局に逮捕され、行方不明になっているのだ。フランスに留学していた彼女は、両親を訪ねるため一時帰国していたのだ。しかし、7月31日に雲南省ギャルタン県で突然逮捕されたのだ。それから約2ヶ月経った今でも、
彼女の安否は全く分かっていないのだ。携帯電話なども押収され、家族でさえ情報が得られない状況なのだ。世界的な人権監視団体であるヒューマン・ライツ・ウォッチは9月23日、張さんの即時かつ無条件の解放を求めているのだ。彼らは、張さんが人種差別に反対し、平和的に自身の権利を行使したために、何年もの投獄を脅かされていると報告しているのだ。張さんの恋人であるカルさん、ヤルフェルさんは、彼女がチベット語を熱心に学び、チベット文化を心から愛していたと話しているのだ。彼女はチベット支援プラットフォームの編集者も務めていたけれど、それはチベットの自然環境や言語、文化を守るための正直な記事を公開するもので、決して政治的な犯罪ではないと強く主張しているのだ。張さんはコナミ省出身で、フランスでビジネスを学びながら人権活動にも積極的に参加していたのだ。チベット仏教の熱心な信者でもあり、チベットの人々への深い愛情を持っていたのだ。しかし、その純粋な気持ちが政治的なものと解釈され、現在も安否不明なのだ。彼女の無事を祈るばかりなのだ。4つ目のニュースなのだ。4年間消息不明のチベット僧という記事なのだ。ねえねえ、みんな聞いてほしいのだ。チベットの僧侶がね、4年以上も行方不明になっている悲しいお話なのだ。チベット人僧侶のダージエさんが中国当局に一方的に逮捕されて連れ去られてからもう4年以上も経っちゃったみたいなのだ。家族も親しい人たちもダージエさんが今どこでどうしているのか全くわからないままなのだ。本当に心配なのだ。信頼できる情報源によると、ダージエさんは2021年8月5日にラサで他の2人の仲間と一緒に中国の警察に捕まっちゃったのだ。他の2人は数ヶ月後に釈放されたのに、ダージエさんだけ安否も居場所もわからないままなのだ。ひどい話なのだ。地元の人たちがラサ警察にダージエさんのことを問い合わせたら、警察はすぐに釈放するし、問題なんてないから元気だよって騙すような約束をしたみたいなのだ。この嘘のせいでダージエさんの大変な状況をチベットの外に伝えるのが遅れちゃったんだって。本当に許せないのだ。ダージエさんは今63歳くらいなのだ。語録のセルタ出身で、セルタ、セラ僧院のお坊さんなのだ。捕まる前はラサに住んでいて、聖地を巡ったり、瞑想したり、たくさんの高僧から教えを受けたりしていたのだ。僧や経典、仏塔を性別する資格を持った正直で信頼できるお坊さんとしてみんなから慕われていたみたいなのだ。信仰する人たちのために聖なるものを性別する小さなお店もやっていたんだって。このダージエさんの件はチベットでは中国政府が好き勝手に弾圧や理由のない交流、そして強制的に人を消してしまうようなことを続けていて、危機がどんどん深まっていることを示しているのだ。ちなみにダージエさんが所属するセルタ、セラ僧院は1736年に建てられたとっても歴史あるお寺なのだ。古い仏教も新しい仏教も両方の教えを大切に守り伝えている大切な場所なんだって。こんなことが二度と起こらないようにダージエさんの無事を祈るのだ。5つ目のニュースなのだ。中国共産党発展文書、ダライ・ラマ法王90歳誕生日祝賀関連情報の現金を指示という記事なのだ。中国政府さんがダライ・ラマ法王の90歳のお誕生日をめぐってそのお祝いに関する情報の公開を厳しく禁止する8項目からなる内部文書を出したのだ。この文書にはイデオロギー的リスクに関する警告と敏感な時期の迅速行動計画っていう大事な行動計画が含まれているのだ。特に文書の第8条の第36項ではダライ・ラマ法王のお誕生日を利用して中国に反対したりチベットの独立を支持したりする人たちがこっそり有害なオーディオとかビデオとかを作ってチベットの中で広めているって言っているのだ。だからソーシャルメディアとか
人目を避けた方法を使って王にメッセージを送ったり、チベット独立について話したりするチベットの僧侶さんたちを厳しく監視するようにって指示しているのだ。さらに、熱心な信者さんたちが違法な集会に参加したり、旗を掲げたり、肖像を飾ったり、自称したりするのを完全に防がなきゃいけないって求めているのだ。重大な事件が起きるのをまるっと予防するのが目的なのだ。同じ文書の第37項では、若者をターゲットにして練習する場所を作ったり、教育活動をしている一部の宗教グループは厳しく禁止するべきだって言っているのだ。特に外国の勢力に影響された活動は人々の心に忍び込む危険があるから断固として禁止するのだ。それから第38項では9月9日にチベット自治区の設立60周年が近づいているから、チベット独立を扇動しようとするような企みや、チベットを統治している政府とか民族宗教の政策とか、チベットでの開発の成果を攻撃したり弱体化させたりするような行動はきっぱりと防がなきゃいけないって強く強調しているのだ。皆さん、今日はチベットの神秘とその裏にある厳しい現実を知ったのだ。雄大な自然や美しい文化がある一方で、信仰や人権が脅かされているのだ。私たちがこの現状を知り、関心を持ち続けることが、チベットの人々の未来にとって大切な一歩になるのだよ。どうか、この真実を忘れないでほしいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。